結婚書や夫は私に触れなかった。疲れすぎたと言い、ちょっと待ってと言った。それから毎晩牛3つとき、彼はこっそり地下室に潜入する。帰ってくるたびに、形容詞が体匂いを洗い落とすためにシャワーを浴びなければならない。私が地下室で何をしているのか聞くと、彼はトレーニングしてると答える。一体誰が真夜中にトレーニングをするんだ？もう我慢できなくなった。ある夜、私はこっそり地下室に潜入し、そこで何が起きているのか見たくなった。彼は私を追いかけてパジャマをつかみ、怒号した上に戻れ。そこに一歩でも踏み込んだら離婚する。第一章。手すりを握りしめ、怒りで震え始めた。両親は一生の蓄えの大部分をつぎ込んで、この小さな別荘を私の新婚住宅として購入してくれたのだ。これは私の家だ。なぜ地下室に入ることを禁じられるんだ？それだけでなく、夫としてどうしてこんな悪態をつける勇気があるんだ？深呼吸して怒りを抑えた。全員、どうしてこんな言い方をするの？全員コールズは私のパジャマをぎゅっと握りしめた。ハニー、先に上に行こう。寝室に戻ったら全部説明する。今ここで説明できないの？私は真っ暗な地下室の方を指した。なぜ入ってはいけないの？私に入る権利がないの？この頃トレーニングしてるんだ。大事な器具を地下室に置いてる。でも、まだ見せられない全員は階段の下まで行き、私の邪魔をした。なぜ？まだ時期が早いから。ちょうどいい時期になったら必ず見せる。胸が重くなった。また深呼吸して感情を落ち着けようとした。そうなら、さっき追いかけてきたとき、なぜそんな厳しいことを言ったの？俺はちょっと興奮しちゃったんだ。しかも俺のこと知ってるだろ？口は悪いけど心は優しいんだ。冷笑して上に向かって歩き始めた。男なんて口は悪くて心は優しい銃って本当にあるものなのか？いいわ。明日彼が出勤した後、こっそり地下室に行って真相を突き止めよう。ベッドに戻ると寝つけないで寝返りを打った。地下室には何か不気味なことが起きているに違いない。きっと大きな秘密が隠されている。全員は恥ずかしい秘密を隠しているのか？彼の方を振り返ると、彼も寝つけていないらしい。目を見開いて天井を見つめている。何か考え事をしているようだ。月明かりが彼のはっきりとした横顔を照らし、めちゃくちゃハンサムに見えた。筋肉質の体つきはさらに魅力的だった。思い返せば、彼が私を追っかけてきたとき、私はとても興奮して信じられなかった。彼はそんなにハンサムなのに、私はただの平凡な女だ。到底彼は私のどこが好きなんだ？彼は私の優しさと静かさ、そして独特な存在感が好きだと言っていた。私は信じていた。だけど、もしそれが真なら、なぜ夜は決して私に触れないの？結局のところ、私は彼の若くて可愛い妻だ。ハネムーンすら終わっていないのに、これは正常なの？ついに我慢できなくなった。手を伸ばして彼の顔に触れようとした。何してる？まるで驚いたかのように、彼は急いで自分の側に縮こまり、嫌悪感を浮かべて私を見た。まるで小敷や汚い野良犬を見るような目つきだった。気づいて怒って寝返りを打った。だけど怒りが収まらない。もし彼が私に気持ちがないなら、なぜ私を追いかけたの？なぜ恋に落ちたの？こんな考えが頭に浮かび、突然また振り返った。彼を睨みつけていった。健康上の理由で今はできないって言ったけど、理解してる。でも私はただ手で触れただけなのに、どうしてこんな激しい反応をするの？何度も言っただろ？俺は心理障害があるんだ。今セラピストを探してるから、
辛抱して半年待ってくれ。全員は携帯を取り上げ、それで私の肩をそっと叩いた。ハニー、もう半年だけ待って。半年後、必ずちゃんと愛してる。彼は手で私に触れることすらできず、携帯でしなければならないのか？私はそんなに汚いの？彼の言葉をどうして信じられるんだ？だけど、今は他に選択肢がない。静かにため息をついて寝返りを打った。考えてみれば、私は夫に何でも与えた。デートを始めて以来、彼の願いは全部叶えてきた。時計が好きだと言ったので、6桁の高級時計を買ってあげた。旅行が好きだと言ったので、世界中を一緒に回った。投資で稼ぎたいと言ったので、投資を学ぶためのお金を貸してあげた。つまり、彼が欲しいもので私にできることは、一切惜しまなかった。だけど、新婚になった後、私はこんな報いを受けた。これは全部血しもむろのせいだ。地下室が嫌いだ。どんなに大騒ぎをしても真実を見つけ出すつもりだ。第2章。日が昇った。いつものように全員の好物の朝食を作った。それでも彼は無関心なままだった。静かに食べて一言も私に話さなかった。まるで私は彼の妻ではなくメイドのようだ。朝食の後、私は彼を出勤先に送った。私たちは同じ香水会社でセールスをしている。車を止めると、私はスピードアイリオフィスに入った。彼がいなくなると、私は同僚に指示を残してすぐにオフィスを出た。車を運転しないでタクシーを呼んで家に帰った。玄関のドアをバタンと開け、リビングを素早く横切って地下室に向かってかけた。だけど、到着したとき、唖然とした。地下室のドアが交換されていた。知らない間に暗証番号付きのドアに変えられていた。暗証番号がなければ入ることは不可能だ。携帯を取り出してドアの写真を撮った。この種のドアの万能キーがあるか調べたい。何してる？全員が突然階段の上で叫んだ。原来彼は不安で私を尾行してきたのだ。彼は私に近づいて顔面を平手打ちした。俺がなんて言った？追善だが？私は携帯を収めた。俺がなんて言った？彼はまた怒号した。これは私の家だ。なぜ下に入ることを禁じるの？それになぜ私を撃つの？これで警察に電話してもいいじゃない？私は執拗に警察に電話しようとした。結婚してまだそんなに時間が経っていないのに、彼はすでに暴力を振るっている。これからはさらに悪くなるだけだ。慌てて全員は私の手を掴んだ。なぜ警察に電話するの？これは私の家だから下に入れないの？それに私を撃ったんだよ。これで警察に連絡してもいいじゃない？私は警察に電話することを誇示した。ハニー、落ち着いて。彼は声を低くした。俺は衝動的になっちゃった。衝動だから妻を撃ってもいいの？私は彼の手を振り払った。話せ。警察に電話しなきゃ。彼はまた私の手を掴んだ。ハニー、こんな小さなことで警察に電話する必要があるの？もし俺たちが合わないと感じたら、離婚申請してもいい。離婚？その言葉を聞いて、後ろに一歩下がって黙った。夫婦としてうまくいってはいないけれど、離婚するほどの関係ではない。それに、両親は私たちの結婚に大きな期待を寄せている。孫も望んでいる。さらに重要なのは、離婚すると、彼はこの別荘の半分をもらえる。それは両親にとって多大な損失だ。私も同意しない。離婚するなら、この別荘を俺に渡せ。全員は続けた。離婚したくないなら、以前のように生活を続けて、今すぐ仕事に戻れ。
よく考えた後、彼を怒って睨んで上に向かって突っ走った。仕方がない。両親が汗と血を流して購入した別荘を捨てるわけにはいかない。止まれ。足を止めて彼を振り返った。俺に無礼を働いたことについて謝罪と保証をしないの？全員は取った。怒りで泣き出し、手すりをパンパンと叩いた。手から血があふれ出た。最後に彼を睨んですぐに離れた。オフィスに戻ると同僚のジェーン・ドルカが聞いたクロエ、どうしたの？悲しそうだね。大丈夫と言って座り、仕事を始めた。右手は包帯を巻かれているので、左手でコンピューターをつけた。ジェーンに見られたくないので、右手を机の下に隠した。ねえジェーンは私の隣に座って肩を叩いた。目を使って合図しながら続けた。ハネムーン中だけど、ゆっくりしないと。そうしないと彼を枯渇させちゃうわ。苦笑した。もしハネムーンのせいなら認めるけど。明日は週末で会社のチームビルディングの遠足に行くわ。テーマは家庭関連だから、配偶者かパートナーを連れてきてね。ジェーンは注意した。行かないと罰金がかかるわ。私はチームビルディングに興味がないけれど、罰金を払いたくない。だけど、全員は旅行が大好きだ。過去に会社のチームビルディングのイベントを一つも逃したことがない。全員が行くなら私も行くと言った。さっき彼に聞いたけど、行かないって言ってたわ。もし本当なら、今月のボーナスを失うわ。聞いてみる。立ち上がって反対側のオフィススペースに向かった。彼の働く場所だ。入ると、彼は他の2人の男性同僚とおしゃべりをしていた。2ヶ月前、オフィスの前で事故が起きた。女性運転手が会社のスタッフ3人を跳ねて逃げた。今でもその女性運転手は捕まっていない。それが彼らの話題だった。全員の隣に立って小声で聞いた。会社のチームビルディングに行かないの？行かない。彼は冷淡に答えた。行かないと会社から罰せられるわ。私は続けて小声で言った。罰せられればそれまでだ。喧嘩したからって。うざったい。全員は突然叫んだ。家にいるんだ。聞いてる？オフィスは一瞬無言になった。同僚たちは驚いて私たちを見つめていた。顔が真っ赤になった。机の下に隠れたくなった。彼は新婚の妻である私。